はようございます。ベトナム縦断も11日目になりました。ベトナム縦断はもう終わったんですけれども、あとはハノイで数日間ブラブラして、それで日本に帰るつもりです。で、朝から何をしに来てるかというと、実は今朝じゃなくてもうすぐ昼なんですけど、ここら辺にあるんですけど、そこか、フレンチを食べに来てます。ベトナムってフランスに植民地支配受けてただけあって、フランス料理が割と栄えてたり、バインミーみたいなパン料理がすごい美味しかったりするんですけれども、ハノイの中で、一番人気のある、ラ・バディアンっていうですね、すごい有名なフランス料理をちょっと食べてみたいと思います。先ほどのフレンチはすごい美味しかったです。ちょっとベトナム風にアレンジしてんのかなと思ったら、ベトナム風って感じじゃなかったですね。ちょっとしたフュージョンっぽいフレンチでした。全然クラシックな感じもなくて美味しかったんですけど、ランチのセットで5000円弱ぐらいしたから、この国2、300円でランチが普通に食べれてしまう国なので、物価を考えるとすごい高いんだろうなと思いました。だからか韓国人とか欧米白人の方々ばっかりでしたね。でも5000円ぐらいああいうの食べれたら、日本から来るとちょっと割安に感じるかもしれなくていいかもしれないですね。で、僕が今来てるのはこれホーチミン廟です。ホーチミンの遺体がこの中に安置されてるそうですね。で、ホーチミン自体はもう普通に埋葬してほしかったらしいんですけど、共産主義の国とかって結構指導者を遺体を安置してそのまま設置しますよね。で、それがこの中にあるそうです。もっと早い時間に来たら見れるらしいんですけど、結局はカメラとか当然持っていけないんで中には入れない感じですね。結構朝早くから来ないといけないみたいで、ちょっと僕はタイミングを失しました。で、ここが有名な広場になります。なんていう名前だったかな。バーディン広場。バーディン広場っていう広場ですね。第二次大戦で日本が負けるっていうことが発覚した後、ホーチミンはこの広場で、ベトナムの独立を宣言したという有名な広場ですね。ちょっと天安門というか資金場前を思わせるような感じですね。字とか、そして目の前にここに広場がある感じとか。ホーチミン廟のすぐ横にある一中寺という有名なお寺に来ました。一つの柱の寺だから一中寺だそうです。1049年に最初のものは建てられたそうなんで、理長がこっちに移ってきてすぐって感じですね。これがコンクリートになってますけど、昔は木造だったそうです。
で池の中にあって、なんかハスの花をイメージしてこんなデザインだそうです。まあ確かに一本の柱に立ってるって珍しいお寺かもしれないですね。ちなみにホーチミンの家っていうのもあって行こうと思ったんですけど、ほんの少し前に営業時間が閉まったそうです。なんか4時までに来なきゃいけないそうなんで見に来る人は気をつけてください。今日は本当にダラダラしていて、さっきフレンチ食べた後ホテル帰ったら一眠りしちゃったんですよねいやーちょっとしくじりましたけど、やっぱ10日以上いると少しずつこうやって疲れが出てきちゃいますねはい、ここがさっきの一中寺なんですけど、そのすぐ横にホーチミン博物館っていうのがあります。なんかホーチミンの生涯をここで説明してるらしいんですけど、残念なことにこれも4時で閉まるそうで、ここにいる観光客みんな入れません結構早く閉まるんですね、ベトナムのこういう国のなんていうかミュージアムみたいのは4時に閉まっちゃうのはちょっと驚きました。またいずれハノイに来た時に見るとして、こういうのを目的に来られる方はお気をつけください。ですね、コリアンタウンに来てみました。やっぱりさっきからハノイ歩いてても韓国の人すごい多いと思いまして、どこ行ってもやっぱり韓国語で挨拶されるから、なんか全然来るつもりなかったんですけど、ちょっと来てみました。それでここで一番人気のあるクダラカルっていうお店に来てます。で、感動なのがユッケ食べれるんですよ。いや嬉しいなと思って頼んじゃいました。っていうのと、ちょっとスンドゥブ頼んでみて、でここら辺はもういつもの韓国料理屋さんみたいに何でもついてくるみたいな感じです。で、さっきからユッケ食べてるんだけど、感覚が懐かしすぎてですね、本当に美味しいです。こっちはあれなんですね、梨と一緒に出してくるんですね。めちゃくちゃ美味しい。で、ハノイの駅前とかよりも全然西側にあるんですけれども、ハノイの駅前から20分ぐらいかけないと、車でそんぐらいかけないと来れない場所にあります。で、驚いたのがこっちめちゃくちゃ発達してます。韓国資本が入ってきてて、結構立派な高層ビルとか、あとは駐在員が住むだろうなんかでっかい大規模マンションとかがめちゃくちゃ建ってて、全然ハノイの駅前よりこっちの方が栄えてますね。しかもなんか洗練されてます。新しく韓国系の人たちが作った街って感じがしますね。で、お店もものすごいハングルだらけで、鮭韓国の人だったら韓国語だけでここで暮らしていけるだろうなってぐらいにはもうなってますね。やっぱ日本人がベトナム2万人、韓国じゃ20万人いるってことで、そんだけいるとやっぱり一つ街ができちゃうんだなって感じがします。いやー、本当に立派なビルとかがいっぱいあってすごいびっくりしましたね。で、この
豚バラカルビちょっとさっきからいただいてるんですけど、何食べてもすごい美味しいです。でやっぱこんだけ韓国の人がいて韓国料理屋があると、味付けはほとんど韓国で食べたり日本の韓国人がやってるような料理屋さんと全然変わらないですね。味付けはすごい美味しいです。でこんだけ食べても3、4千円ぐらいかなだと思うので、コスパはいいかなと思います。はい、というわけでベトナム縦断の11日目はこれで終わりにしたいと思います。本当に今日はほとんど何もせずぼーっとした一日で、ちょっとこれから帰ってジムに行ってゆっくり風呂に浸かって寝るみたいなリフレッシュな日にしました。明日はちょっと世界遺産とか回りたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。